こんにちは。今回使用した糸はこちらのデニムラボデニム調のカラーが魅力、小物から上まで幅広く使えますということで、ですね、素材は綿 55%、ポリエステル 45%、20g 玉巻きの53メートル。おすすめのかぎ針は3号から5号となっておりますが、7号で編んでいきました。カラーナンバーは4です。はい、こちら芯がね柔らかいので、中からも簡単に取り出せて、どちらからでも使えます。綿とポリエステルがちょうど半々ぐらいなので、ちょっとねカラッとした感じの糸になってます。とても編みやすかったです。そしてこの7号かぎ針ですね。今から編むものはこういう形のものを編みます。襟と、左右の身ごろ、前身ごろになり、こう編んできて、ここから9段目からねこう編んで、ここでまた糸をつけて、こっち側を同じように13段ですね編んでいきます。はい、そこはもう編みながら説明するのでですね。でこれをですね、こういう風に折ってですね、でこれで前の襟立てと前身ごろができます。はい、そしてこれがちょっとこう目がですね横になってしまってるんですけど、方側目なのであまり大丈夫です。そしてこれ後ろにこうして、後ろ身ごろはですねここからこう拾ってですね、目を拾って方眼編みなので拾いやすいです。でこのままこの襟の後ろ、ここも続けてこう拾ってですね、そしてこう編みますね。ちょっとでこう袖のところになるので、ここ肩もつながってるしですね。で袖のところぐらいまで編んできたら、あとはこうつなげてですね、前身ごろからこう往復編みでこういう風に編んで、ちょっと A ラインで増やしながらですね。でその後袖をここからちょっとまた方眼編みなので、またこう拾ってこうですね編んでいきます。閉じはぎなしのカーディガンになるので、少しちょっと分かりにくいところがあるかなと思って、ちょっと先に説明しました。それでは編んでいきます。針に糸をかけてくるっと回して、で糸をかけて引き抜きます。はい、ここでちょっと引き締めて、ここからですね1、2、3という風にしていきます。糸をかけて引き抜きます。糸をかけて引き抜きますね。はい、鎖編みになります。これを121目編んでいきます。鎖編みですね。はい、121目編んできて、真ん中の61目のところに印をつけてます今。はい、でちょっと長さを測ってみると、だいたいですけど、30センチか31センチぐらいというとこですね。はい、それでは1段目です。鎖編み3つで立ち上がって、もう一つ鎖編みをします。そして最後の目から、今4つ編んで5目目が土台の目になるので、もう一つ飛ばして次の、7目目ですね、最後の目から7目目戻ったところの、裏山に針を入れて長編みを編みます。鎖編みを一つして、一つの目を飛ばしてですね、次の目になります。裏山ですね。鎖編みのこのポコポコっと、出ているところが裏山になります。一つ開けて、次の目に裏山の目に針
方のずっと繰り返しです。一つ飛ばして次の目の裏山に長編み、そしてまた鎖を一つして一つ開けて次の目ですねの裏山の目に針を入れて長編みです。鎖を一つして次の一つ飛ばして次の裏山の目に長編みを編み入れます。はい、こんな感じですね。もう全部これだけで編んでいこうと思います。1段目最後のところに来ました。鎖を一つ編んでるので飛ばして長編みですね。そして鎖編みをして一番最後ですね、一番最後の目の裏山、そこに針を入れて長編み。はい、これで1段目が終わりです。はい、こういう感じで格子編みができました。2段目です。鎖3目で立ち上がり、もう一つ鎖をして編み地を返して長編みの頭ですね、長編みの頭に針を入れて長編みです。鎖を一つ一目して長編みの頭に針を入れて長編みです。鎖編みを一つして長編みの頭の目に長編みです。はい、もうこれでずっとこの編み方です。編んでいきます。身ごろの編み方はもうこの編み方だけです。でいきなりですけど、これを今編んでて、はい、でこれで今この襟のところの細いところを編んでる状態なんですけど、前身ごろの右と左ですね。前身ごろの右と左でこの後ろのところを拾って後ろ身ごろを編んでいくっていう感じです。これは襟の前立てのところですね。はい、こんな感じなんですよ。でこの形を編んでいって、この今空いている四角いところ、ここから後ろ身ごろの分を拾っていくということになります。はい、で、この形ですね。この形を今から編んでいきます。2段目のところまで説明した分ですね。8段編んできました。はい、こちら側が表になりますね。左側に糸始めの糸があるので、はい。そして9段目からその形をこの上に編んでいきますね。はい。で9段目をこう編んでいって、この四角の模様が22のところになります。ここに印をつけてるので、はい、そこまで編んでまた同じように、10段目編み地を返してこの編み方ですね、方眼編みをずっと編んでいきます。はい、この四角の模様が22のところです。そこに印をつけてます。はい、でそこまで編んで、あと往復編みでずっとこう13段ですかね、編みました。21段全部で言ったらですね、全部で言ったら21段。はい、これもう同じ編み方なので、はい、編んでいきます。同じように編んでですね、そしてまた鎖3つで立ち上がって、もう一つ鎖を編んで、長編みの頭に針を入れて長編みですね。はい、もう同じ編み方です。この方眼編みなのでなんか分かりやすいかなと思います。ちょっとなんか形がね分かりにくいので、はい、こんな感じですね。これで反対側も編むんですけど、一応今これ
13段これで編んでいきます。13段編んできた状態ですね。はい、1、2、13ですね。はい、13段編んできて、ちょっとこの糸はまだ残しておきます。そしてここから今度は襟の後ろの部分になるんですけど、この四角の模様が、16です。16個目のところに印をつけてます。でここからまた糸をつけて、長編みのこの格子編みですね、これ同じ編み方を編んでいきます。はい、新しい糸を出して、マーカーを外して、その長編みの頭ですね、そこに糸を引き抜いて糸をつけて、そこから、鎖3目して、もう一つ鎖をして、次の長編みの頭ですね、そこに長編みを編んで、また同じ編み方を編んでいきます。ここは前身ごろになるので、右側と同じ左の前身ごろになるので、22ですね。この方眼編み模様が22ですね。左側の分も13段ですね、編んできました。13段ですね、編んできました。こちら側はもうハサミで切って糸を抜いておきます。はい、できました。襟と前身ごろの右左ですね、途中までなんですけど、はい、でこの今左端に糸始めの糸があるので、こちら側表です。でこの前をこうくるっと合わせて前縦、襟の前縦になります。はい、で今からですね、この肩の部分と後ろ襟の部分とまた肩の部分ですね、ここをそのまままっすぐつなげてですね、平っていきますね。そして編み方は同じなんです。はい、そしてこの糸は先ほど最初の右側の前身ごろの糸を残していた糸ですね。で今度それをこう横に編んで平っていくという形になります。もうそのままですね、鎖を3つしてもう一つ編んで、横になっているんですけれども、頭の部分ですね、横になっていますが、鎖を一つして頭の部分の横になっていますが、頭の部分ですね、そこに針を入れて長編みですね、これが肩の部分になります。13段編んだ部分なので全部で13ですね。この四角の模様が13できるところまで編んでいきます。こんな感じですね。あと少しです。鎖をして長編みですね。はい、ここがもう最後のところで13個目の四角のところになりますね。横に編んでる部分の一番最後のとこですね。はい、13ですね。はい、そして今度は襟のところにつながっていくので、襟のところは横ではなくて普通に長編みの頭に拾っていきます。16ですね。四角の模様が16できるところまで編んでいきます。同じ模様編みです。方眼の模様編みです。襟の一番最初の長編みのと
ところですね、そこに針を入れて、そこから模様編みですね、鎖を一つして長編み、鎖を一つして長編み、同じ編み方ですね。後ろ襟の最後のところまで来ました。はい、16模様目のところですね。はい、マーカーをつけていたので、マーカーを外して、そこにこれが16模様目の長編みになります。そして鎖編みをして身ごろの肩のところにつなげますね。今度は鎖編みで立ち上げているところ側の面になるので、鎖3目のところに針を入れて長編みを編むという形になっていきます。あとはまた同じ鎖編みを一つして長編みですね。これが13模様できると思います。こんな感じで後ろ身ごろが1段ですね、つながりました。あとは18段まっすぐ編んでいきます。数えてみると、ここが全部でこの模様編みがですね、42ですね。肩のところが13、13で襟のところが16なので、42ですね。はい、ちゃんと42ありましたので、これで、18段まっすぐ編んでいきます。後ろ身ごろ18段まで編んできて、次19段目です。19段目から少し増やしていきます。鎖編み3つで立ち上がり、もう一つ鎖編みをして、そして裏地を返して、そして側でですね、一番最初のところに長編みを入れます。これももう増し目になります。そして鎖編みを2つして長編みです。側で長編みです。でまた鎖編みを1つして側で長編み、そして次は鎖編みを2つして側で長編み。はい、なので鎖編みが、1つと2つを交互に編んでいくので、そこの分も少しこう増えていきます。広がっていく感じになります。はい、一番端の最後のとこですね。鎖に目をして側で長編み入れて、そして鎖を1つして長編みを一番端、立ち上がりの鎖3目のとこですね、そこに編み入れます。最後も1目増し目になってます。そして同じ編み方なんですけど、鎖3つで立ち上がり、もう1つ鎖をして、側でですね、側で一番最初のスペースに長編みを編みます。そして鎖を2目して側で長編み、そして鎖を1目して側で長編みですね。ずっともうスペース一つ一つ長編みを編んでいくんですけど、間が鎖編みが、2と1、2と1という感じで、この段の最後のとこですね、最後のところも増し目に
なっていくので、ここは2目で終わってるっていうか、最後が1目になってるので、もうここは同じように1目がダブりますけど、また鎖を1目して、鎖のこの立ち上がりの3目のところに長編みですね。はい。最初と最後は鎖1目の分を増やしていく、はい、両脇ですね。袖の両脇なので、最初と最後鎖1目の長編みの分をですね増やしていきます。後ろ身ごろを22段まで編んできました。これが袖周りになってくるんですけど、ちょっとですね、前が21段で後ろが22段ある段数になってます。少し後ろ下がりとA ラインっていう感じでしています。はい。で、今からですね、この、23段目身ごろをつないで、袖の下をつないで、前身ごろ、右の前身ごろから左の前身ごろまでの往復編みで編んでいきます。少し A ラインで少し広げながら編んでいきます。この右側の方は、もう先につないでおきます。はい。そしてそうですね、これ後ろ身ごろの最後になるので、前身ごろの一番端のですね目ですね、そこに針を入れて引き抜いてつなげておきます。この糸はもうハサミで切っておきます。それでは前身ごろから編んでいきたいので、このように持ってですね、前身ごろの一番下のところの端ですね、そこにまた新しい糸をつけて同じ編み方で編んでいきます。あと4段同じ編み方で編もうと思います。ここから23段目になります。後ろ身ごろからの段数ってことですけど、ここは編み地が横になっているところに編んでいくことになりますね。角の目ですね、鎖の目ですね、そこに針を入れて新しい糸をつないで、鎖3つで立ち上がり、もう一つ鎖をして、そしてこの編み地ですね、これ横になってるんですけど、ここのその最初のスペースの部分に長編みを編んで、次は鎖編みを2つですね、そして次のスペースですね、そこに長編み、そして次は鎖編み1つ、長編み、鎖編み2つ、長編みですね。これを下の編み地の横になってるんですけど、そのスペースのところに1つずつ入れていくということになります。そして袖下の先ほど先につないでいたところですね、はい、ここももう同じようにで鎖編みを2つして、でここでちょうどまたぎますけど、もうつないであるし模様編みに変わりはないので、同じように、はい、次は鎖編み2つと長編み、鎖編み1つと長編みという風な感じで編んでいきます。反対側の袖の下のとこですね、ここもつないでおきます、先にですね、はい、
でこれは最初のここは後ろ身ごろの増し目をしているところになりますね。はい、でも鎖3目の立ち上がりのところに針を入れて、目立ての糸ですね、最初に目立ての糸を使ってそこにその最初の目に針を入れて、はい、そして引き抜きます。そして鎖編みをして一つして、そして抜いておきますね。はい、これで同じようにつながったので、同じ編み方ですね。長編みを編んで鎖編みを1つ、長編みを編んで鎖編みを2つ、それを交互に編んでいくという編み方です。端のところまで編んできました。ここは前立てですね。前立ての反対側の前立てのところになるんですね。今鎖編み1つで、次長編みのところになるんですけど、もう一番端の目にですね、一番端の目に針を入れて長編みを編む。はい、これで23段目の最後のとこですね。はい、そして次が24段目になるので、鎖3つで立ち上がり、もう一つ鎖編みをして、そしてもう一つしてですね、鎖を2目のして次長編み、次のスペースにですね、そして今度は鎖編み1して長編み、はい、なので最初が鎖編み2目して、真下のスペースじゃなくて、その次のスペースのところから長編みを編み出す。で鎖1長編み、鎖2長編みという感じですね。はい、そして24段目の最後は鎖2のところが続くんですけど、最後はもう鎖2目をして一番端の目に長編みです。はい、なので24段目は鎖2目から始まって鎖2目でのところで終わるという編み方で、24段やろ、25段目は23段目と一緒、26段目は24段目と一緒の編み方でこの4段を編んでしまいます。なので25段目鎖3つして、もう一つ鎖をして、すぐ下のスペースに長編み、はい、そして鎖を2つして長編み、25段目ですね、23段目と同じ編み方です。そして26段目は24段目と同じ編み方でこの4段を編んで終わります。そして27段目ですね。はい、これ26段目の終わりです。4段編んできたとこですね。そして27段目鎖3つで立ち上がり、もう一つ鎖をして、そして編み地を返して、はい、そしてすぐ下のスペースに長編みを編んで、そして次は鎖を2目します。鎖を2目して次のスペースに長編み、そしてまた鎖を2目して次のスペースに長編みということで、鎖1というのが一番最初だけになって、あとは全部鎖は2目になって長編み、はい、ここでまた少し広がる感じになります。はい、これですね、今30段目の一番最後のところまで来てるんですけど、ちょっと分かりにくかったかなと思って、結局ですね、ここからが23段目、ここが23段のところになるんですけど、
最初、ここ2つちょっと増やすところですね。次は普通にして、次増やす、普通にする、増やすっていう感じで思ったら分かりやすいかなと思います。増やすところは反対側も増えてる、一つ一つのところに2つ、はい、長編みが入ってる的な感じになります。はい、それと普通のやつが交互になる感じですね。それで今これは、30段目の一番最後のところです。はい、なので鎖編みを2つですね。鎖編みを2つしてスペースに長編み、鎖編みを2つしてスペースに長編み、鎖編みを2つしてスペースに長編み、鎖編みを2つしてスペースに、ここはだからもう最後なので、ここにこの分と同じですね。この分と同じなので、ここですね。はい、ここに長編み、ここに長編み、はい、これでちょっと一旦終わりにしようと思いますが、ちょっと糸まだ様子を見ます。それでは袖を編んでいきます。こういう感じにですね、ちょっと七分丈ぐらいの長さでちょっとフリルみたいな感じで袖を編もうかなと思います。これと同じような感じで反対側を編んでいきます。この袖下ですね、今袖下のところから新しい糸をつけて表を前にして編んでいきます。表面を前にしてですね、編んでいきます。それでは新しい糸をこの袖下のですね、ちょうど交わっているところ、方眼編みの長編みがですね、交わっているところですね、一番下のあたりになります。そこに針を入れて糸を引き抜いて、ちょっと引き締めますね。はい、そして鎖編みを3つして、1、2、3してもう一つして、そして身ごろの編み地のですね、長編みの頭ですね、そこに長編みを編み入れます。そして鎖を一つして、また次のですね、長編みの頭に長編みですね、鎖を一つして次の長編みの頭に長編みです。もう同じ編み方ですね。この編み方で袖をですね、編んでいきます。こんな感じですね。はい、一周ね、ぐるっと編んできました。肩のところももう同じ編み方なので特に問題はないです。長編みの頭の目に長編みを編んで鎖編みですね。はい、はい、そして鎖編みを一つして、最初の立ち上がり鎖3目のところですね。はい、そこに引き抜きますね。
これで1周が終わりです。袖の2周目ですね。鎖3つで立ち上がり、また鎖をして前段の長編みの頭の目に長編み、はい、もう同じ編み方です。この編み方で30段編んでいきました。袖は増減なしでまっすぐ25段この編み方で編んでいきました。はい、袖ですね。袖25段編んできました。ちょっと袖下からですね測ってみたら、だいたい30センチぐらいありました。もしフリルみたいな感じではなくてシンプルにという感じでしたら、このままでも、あと身ごろと同じピコット編みでも可愛いと思います。七分丈の袖になります。次は細編みの段からなので、鎖一つで立ち上がり、真下のその目に細編みを一つ編みます。そして一応マーカーをしておきます。はい、マーカーをして、ここ少し絞っていくのでですね、もうそのまま前段のスペースですね、そこに側で入れて細編みを編みます。そして次のスペース、前段のスペース、そこに側で入れて細編み、はい、次もですね、もう細編みをずっと下のスペースのところに、四角のですねスペースに一つずつ細編みを編んでいきます。はい、この細編みの1段目、最後のところですね、もう普通にですねスペースに細編みを編んで、マーカーを外してその目に、引き抜きますね。そして2段目、この細編みの2段目ですね、はい、そこに引き抜いて、そして細編みなので鎖は一つして、すぐ下の目に細編みを編んでマーカーをしておきます。はい、これ2段目ですね。で2段目も、前段のですね細編みの目に一つずつ、細編みの目に一つずつですね、はい、そこにも一目に一つずつ細編みを編んでいきます。これですね、今2段目で、3段目まで3段細編みを編んでいきます。3段目ですね、最後のところになります。3段目最後のところですね、マーカーを外してそこに、引き抜きます。はい、そして次はフリルのようなところに入るんですけど、そこは、長々編みでしようと思うので、鎖編みを1、2、3、4ですね、4して4のところにちょっとマーカーをつけておきます。はい、そして鎖編みを3つして3ですね。そしてその同じ目ですね、前段の同じ目に長々編みです。2回針に糸をかけて通して引き抜いて2本引き抜いて2本引き抜く。そして鎖編みを3つですね、3つしてまた長々編み2回かけて同じ目にですね長々編みを編みます。はい、そして鎖を3つして、そして2回かけてですね前段の1つ飛ばして、その次の目ですね、そこに針を入れて長々編みですね。はい、そしてまた鎖を3つ、そして2回糸をかけて同じ目に
長々編み、そしてまた鎖を3つして同じ目に長々編み、はい、同じ目に長々編みを3つずつです。そしてまた鎖を3つして、そして前段の1つ飛ばして次の目、前段の1つ飛ばして次の目にまた同じ編み方ですね。この編み方でぐるっと1段ですね編んでいくことになります。最後のところまで来ました。1周編んできてですね、で鎖編みを3つして前段の1つ飛ばして次の目ですね、そこに針を入れて長々編み、鎖を3つして2回かけて同じ目に長々編み、鎖を3つして同じ目に長々編み、はい、そして鎖を3つして最初のマーカーのねところの目ですね、そこに引き抜きます。マーカーを外してですね、そこにその目に針を入れて引き抜きます。はい、これでそして一つ鎖をして、そしてハサミで切ります。糸を抜いておきます。はい、これ糸始末ですね、後でします。こんな感じで、はい、できました。袖ですね。はい、それでは、袖もできたので、あとは裾から襟回りですね、そこの縁編みをぐるっと編むことにします。はい、それでは今から縁編みとかちょっとしていきます。30段ですね。30段後ろ身ごろから編んでいた糸をこのまま残してたんですよね。ここから編んでいきますね。それでこっちが表だからここが後ろでこっちが裏だから、こっちが表だから、もう表の面から編みたいので、裾からぐるっといって前立てに行きます。それでは残しておいた糸からですね、そのまま編んでいきます。裾のところから前に行きますね。表側からです、編み地は。で鎖編みを1つして真下の目に細編みを1つ編みます。そして縁編みはピコット編みにしようと思うので、そこから鎖編みを3つですね、1、2、3として、この細編みの縦斜めっていうか2本こう並ぶ糸があるんですけど、そこに針を入れて引き抜き編みです。そして前段というかそこのスペースの部分ですね、四角のそこに細編み、もう一つ細編みです。はい、そして次の長編みの頭に細編みを編んでピコット編みにするので鎖編みを3つ、そして細編みのこの目ですね、縦に2つ2本並んでるところに針を入れて引き抜きます。はい、そして細編みを四角のスペースに2つ入れますね。はい、そして次長編みのところに細編み、そしてピコット編みですね。この一つの四角の模様が3目なので3目を使って縁編みをするという感じです。で長編み、前段が長編みのところにピコット編みを編む、そして細編みを2つというのがこの一つの四角の中に入れる編み方になります。
もうこれでですねぐるっと一周します。はい、長編みのところに細編みをしたらピコット編みなので鎖編みを3つして細編みの編み目のですね縦に2本並んでるところに針を入れて引き抜きます。はい、そして前段のスペースですね、そこに細編みを2つですね。はい、もうこの繰り返しでずっとぐるっと編んでいきます。はい、裾をずっと編んできて端のところまで来ました。はい、細編みを2つして角はそこにピコット編みが必要になってくるので鎖3つ目のところですね、そこに針を入れて細編みを編んで、そして鎖編みを123としてで細編みのその目ですね、そこに2本取って引き抜きます。はい、これで角のピコット編みができました。あと今から前の方に前立てに行きます。細編みを2つ入れてちょうど格子編みの角ですね。ここはね長編み長編みではなくて1段ごとの段のところですね、そこでピコット編みをしますね。はい、前立ての部分ですね。はい、そしてスペースの中に細編みを編んで細編みを編んで、そして次の目のところに細編みを編んだらピコット編みですね。はい、もう格子編みの格子になっているところにピコット編みを入れるっていうことで間は鎖2目です。もうこの編み方で前立てをぐるっとですね編んでいきます。はい、こんな感じですね。はい、はい、ぐるっとね編んできました。そして一番最後のとこですね、一番最後のところのピコット編みです。はい、そして一番初めがピコット編みから始まっているので最後は細編みを2つ入れて一番最初のところに引き抜きますね。一番最初の目に、はい、そこの目に針を入れて引き抜いて、はい、もう完成しましたのでハサミで切って糸を引き抜いて、それから糸の始末になります。もうまとめて糸の始末全部していきます。とじ針に糸を通してこの編み地の裏側の面ですね、裏側の面の方に糸を通していってくぐらせて編み地の中にくぐらせていって糸を切るというやり方になります。完成しました。採寸をしていきます。動画でうまく撮れなかったのでお知らせだけします。身ごろ幅は、肩から肩までですね42センチ、身幅は、腕の下、袖の下から袖の下まで
が50センチ、そして着丈が、首のところから、丈ですね、長さが、36センチで、肩は、ちょっと肩だけ測ると12センチ、そして袖は、アームホールですね、23センチです。で、袖口のキュッとなっている一番細いところ13センチで、袖丈は31センチでした。今回は、袖のですね、七分丈の袖のカーディガンを編みたかったんです。で、着丈はちょっと短め、特に前はですね短めでもいいかなと思って、で少し A ラインで、広がりを持たせて、なのでちょっと後ろ下がりになる感じです。で襟をですねしっかり立つ、シンプルだけど襟はしっかり立つという感じで、考えていきました。着方でですね、肩のところを抜いたり、逆に肩を詰めて前に持ってきたりするとまた違う感じで、着れたりもします。襟はこういう風な立った感じの襟がちょっとスタイリッシュでかっこいいかなと思ったんです。だけど袖がちょっとフリルがアクセントになるかなと思っていたんですけれども、もしかしたらこのフリルの袖があまりお好きではないという感じでしたら、このフリルはもう編まないでですね、そのまま方眼編み、そしてこれと同じ、ピコット編みの縁編みをしたら、それもなんかすごいシンプルでちょっと広がった感じの涼しそうなカーディガンにもなるかなと思いました。いろいろ考えられるから楽しいんですけど、本当逆にこの襟周りにね袖と同じぐらいのフリルがお好きな方とかもいらっしゃるかなとも思ったりもします。何かの参考になれたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。